こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日はヘビの中でも驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの中でもパイボールという種類のボールパイソンについてご紹介したいと思います。パイボールというのはですね、マダラとかあとはハゲスポットっていう意味なんですけど、ご覧のように基本的にボールパイソンはですね、本来は全身にこう柄が出るんですが、パイボールだと白い部分が残る、白ヘビにスポットで柄が入るような表現になります。これはですね、人工的に作られたモルフというわけではなくて、表現というわけではなくて、野生下で自然発生しているものです。なのでボールパイソン以外でもパイボールあったりしますけれども、一番最初にですね、これがアフリカで発見された時にはすごい値段がついて、これ誰か買わないかということで、その現地の人が世界に声をかけたりするわけですけど、それがですね、当時確か2、3万ドル、もう昔々の2、3万ドルですから、今の2、3万ドルよりはるかに高いと思いますけど、それをみんな結構買わないかと言われても、ちょっと高すぎるなとか、自分はいいなとか遠慮している人がいる中で、ある人がですね、セットで買っていったわけですね。でその後その人はパイボールを使ってかなり財を築いたと言われていますので、あの時買っておけばよかったなっていう人も当時多かったんじゃないかなと思いますが、とにかく私も一番好きな種類のモルフの一つで、柄がね、白ヘビの中に出てくるっていうのがもう面白くて可愛くてという感じです。基本的に生物っていうのは外敵から身を守るような形で進化をしていくわけですよね。カメレオンのように周りの色に、自分の色を合わせていくとか、魚とかでも岩みたいになっていくとか、目立たないようにすることで生存確率を上げていくっていう進化を繰り返していくわけですけれども、パイボールはですね、その進化の結果目立つようになったっていう生物としてのなんですかね、逆説的な進化みたいなのが、そういうところも可愛いなと思います。でパイボールはですね、こうやって部分的に柄が出てくるんですけど、これのコントロールができないわけですね。どれぐらいのパイボールになるかっていうのは生まれてみないとわからないという、厄介さというか楽しみもあったりします。で白い部分が多いものをハイパイと言ったりします。で柄の部分が多いものをローパイと言ったりします。でその中間ぐらいのミドルパイって言ったりするんですけど、基本的にそれは選べない。ハイパイからローパイが生まれたり、ローパイからハイパイが生まれたり、またミドルが生まれたりというふうにすると言われているんですが、一つ検証されているというか確かなものと言われていることがあって、ローパイのオスとローパイのメスからはローパイが生まれるというふうに言われています。なのでローパイがお好きな方は、ローパイとローパイかけてローパイを生むというのもありかなと思いますけれども、これ遺伝子の話になりますけど、ヘテロっていうその隠れてその遺伝子は持ってるけど表現としては出ていないというものとかけたりもするわけですね。そうなるともう選べない、わからない、コントロールができない、ハイとハイからローが生まれたりするので、基本的には何が生まれるかはわからない、柄のコントロール、色のコントロールもできないというところに面白さがあったりします。でこれ柄ですが、これがですね、パステルが入ったらこういう柄になったりとか、レオパードが入ったら乱れたりとか、これ普通のノーマルのシングルパイなんですけど、シングルパイだとこういう感じになったりとか、他のモルフ入れたら色が変わったりとか、クラウン入れたら頭が明るくなったりとか、いろいろ傾向はあるんですが、面白いのの一つに絵文字パイというのがあって、この柄がたまたま人の顔のように見える表現になるというのもあります。海外で日本ではですね、漢字で絵文字と書いて、メールとか LINE とかで使ったりしますけど、海外でも絵文字というと、ニコちゃんマークとかそういうのを表すわけですね。でこの柄がたまたまニコちゃんマークのようになったりとか、人の顔みたいになったりするのは絵文字パイといって、ちょっと人気が高かったりするんですけど、これも若干絵文字パイただここなんですけど、分かりますね。でこれはなんかニコちゃんマークじゃなくて、何ですかね、目口みたいな、しょぼんみたいな、可愛くないですか。しょぼんパイ、しょぼんパイっていうとなんかかわいそうか。これが馬の蹄鉄のように見えてラッキーホースシューって言ったりとか、いろんなものがあったりするんですけど、いわゆるミドルパイがこれですね。でパイボールの白っていうのはもう色がヘビの中で一番白いと言われていて、これが大きくなるとボールパイソンっていうのは色の変化があるわけですね。他の生き物でも大きく成長していくと、色の変化が起きていったりするんですけど、このボールパイソンのパイボールの
白い部分っていうのは変化がありません。なので大人になってフルアダルトになっても白い部分は白いまま、純白のままという形になります。パイボール可愛くないですか？当店ではですね、パイボールになるべく一番力を入れるようにしています。珍しいパイボール、新しいパイボール。パイボールというのは種類というか状態のことなので、モルフがあればあるほどそれのパイボールができるので、全てのモルフにパイボールが発生しうるわけですね、基本的には。なのでいろんなパイボールをご用意できたらなと思っています。珍しいパイボールもなるべく取り揃えるようにしています。ぜひご覧になりに来ていただければと思います。今日は、ヘビの中でもボールパイソンという種類のパイボールというモルフについてご紹介しました。